サワディーカー。はい、それでは衝撃が止まることを知らない進撃の巨人。ここからは王政編に入って参ります。これは私が単純に思うことなんですが、おそらくこの進撃の巨人を途中で諦める人というのは、多分この前後で挫折するんですよ。というのも話がちょっとですね、複雑になっていくんですよ。ただしご安心ください。もうね、カーリー大学全体で言えることなんですが、省くところは省きます。そして、大筋だけを優しく解説いたします。だから本質だけを伝えて、興味があるなら原作をぜひともご覧ください。そういったスタンスであることには変わりはございません。はい。ということで、多くの人が挫折するこの王政編、早速やってまいりましょう。まずね、ここで重要となってくる人物が、クリスタであります。クリスタ、覚えてますか？この子はエレンと同じ104期生ですよ。成績順位は10位。同期のみんなからもアイドルのように慕われていたあの子ですよ。このクリスタの本名がヒストレア・レイス。王家の血筋だったことが判明するんですよ。はい。ということで、この動画では便宜上、クリスタのことをこれからはヒストリアという本名で呼んでまいります。で、そのヒストリアとエレンが何者かによってさらわれます。じゃあ、その何者かって誰なんでしょう？原作では、この何者かがわからないまま進んでいくので、ミステリアスで推理小説などが好きな人には多分好きなんですけど、だから多くの人が挫折するのもここだと思うんですよ。でもね、この動画ではここでも結論から言ってしまいます。はい。ということで何者か。これには大きく分けて3つあります。まず1つ目はレイスケ。これはもっと具体的に言えばロッド・レイスのことですよ。つまりはヒストリアのお父さんのこと。はい。何者かその2、偽物の王家。はい。ここも話をややこしくしているところなんですが、現在の王様っていうのは偽物の王様なんですよ。本物の王家というのは先ほども話に上がりましたロッド・レイス。それから彼の娘であるヒストリア。現在ではこの2人なんですよ。はい。何者かその3、中央憲兵。これは憲兵団は憲兵団なんですが、一言で言うと王政直轄の憲兵団なんですよ。だからその指揮系統も異なってくるんですよ。この時の隊長はケニー・アッカーマン。これはリヴァイの叔父にあたります。リヴァイを最強に仕立て上げたのはこの人なんですよ。過去には切り裂きケニーと呼ばれる都の大量殺人鬼。はい。これらの勢力が裏で暗躍してエレンとヒストリアをさらう。ではなぜさらうのか。それはエレンが持つ巨人の力にあるんですよ。ライナーもベルトルトもアニーも獣の巨人もみんなエレンがその巨人の力を持っているからこうまでして狙ってくるんですよ。じゃあその巨人の力って何なのってことになるじゃないですか。それが始祖の巨人の力であります。はい。このあたりは非常に解説が難しいところなんですが、今のこの段階で説明できる部分だけを言うのであれば、この始祖の巨人の力というのは、無垢の巨人を操る能力なんですよ。前回の動画の最後の方で、エレンのお母さんを食べた巨人が出てきたじゃないですか。その時、エレンは巨人化できないまま、だから人間の姿のまま、そのお母さんを食べた宿敵の巨人に立ち向かっていったわけじゃないですか。そしたら、その場にいた全部の無垢の巨人が一斉にその宿敵の巨人、宿敵言ってますけど、これは私が勝手に言ってるだけですからね。要は、エレンのお母さんを食べたこのエレンにとっては宿敵の巨人。こいつに向かって一斉に襲いかかったわけじゃないですか。それが何を隠そう、始祖の巨人の力なんですよ。で、その現場にいたのは何もエレンだけじゃないですから、それがやがてさっき言った何者か。つまりレイスケ、偽物の王家。そして中央憲兵に知れ渡るようになったということなんですよ。はい。ということで、調査兵団にとってはまだその何者かが分かってない状況なので、結構ギリギリな状況が続いていく中、なんとか模索して考えて、それから一つの方針に至ります。それがクーデター。はい。ということで、ここからはクーデターの話になっていくんですよ。要するに、今の王様は偽物である。ならば、本物の王家の血筋であるヒストリアを即位させようということで、調査兵団はいろいろ動いていくんですが、そうなるともう大変なことですよ。調査兵団の敵となるのは、さっき言った何者か。だから、レイス系、偽物の王家、それから中央憲兵。ここだけじゃないですからね。さらに、憲兵団が出張ってくるんですよ。もともと憲兵団というのは、調査兵団のことを目の敵にしてきたわけですから、この憲兵団が秩序なんですよ。警察業務を担っている一方で、その権力は腐敗してるんですよ。例えば、この話に関わったある人物が暗殺されるんですよ。それを調査兵団のせいにされ、エルヴィンが逮捕されます。
ただね、本当に悪事を働いているのは向こうですから。そこはさすがに調査兵団。うまいこと、その悪事の証拠を取り、新聞社の協力を経て、真実を民衆に広めるんですよ。だから、憲兵団の悪事を暴いた上に、今の王様は偽物ですよ、ということであります。ということで、クーデターは成功します。はい。ただし、エレンとヒストリアはまだ誘拐されたままですよ。じゃあ、どこに誘拐されたのか。どうやら、レイス家の礼拝堂が怪しい。ということで、調査兵団は、エレンとヒストリアを救出すべく、レイス家の礼拝堂に向かいます。はい。それではエレンはと言いますと、猿靴輪をはめられ、手足を縛られ、身動きができない状態にありました。で、ヒストリアとロッドレイス。このロッドレイスはヒストリアのお父さんです。このロッドレイスの目的は、ヒストリアを巨人にしてエレンを食わせる。王家の血を持つヒストリアが、エレンが今持っている巨人の力を引き継ぐことで、始祖の巨人は進化を発揮する。はい。ちょっと混乱してきましたね。それでは一つ一つ整理していきましょう。まず、知性の巨人というのは、巨人がその巨人の力を持った人間を食べることによって継承されていくものなんですよ。そして、ここがポイントですよ。人を無垢の巨人に巨人化することは意図的にできるんですよ。それは脊髄液の注射をすることで可能なんですよ。ということはですよ、いろいろ繋がってくるじゃないですか。例えば、ライナーとかベルトルト、他数名が隔離された時あったじゃないですか。あの時、ウォールローゼ内なのに巨人が出てきたじゃないですか。でも、ウォールローゼは突破されてなかったじゃないですか。穴がどこにもなかったじゃないですか。じゃあ、あの無垢の巨人はどこから来たんだ？これが注射によるものだったという風に、ここでまた一つ伏線回収されていくんですよ。あとは、ウォールマリアの外からやってくる無垢の巨人ですよ。まあ、そのあたりのことは次回以降の動画で明らかになってくると思います。話は戻してロッドレイス。だから彼はヒストリアに注射を打たせて巨人化させ、無垢の巨人となったヒストリアにエレンを食べさせようとしてるんですよ。知性の巨人の力を持った人間を食べれば、その無垢の巨人は人間に戻れますから。で、その始祖の巨人の力、それは無垢の巨人を操る能力。ということはお話しした通りなんですが、もう一つ信じられないような能力があるんですよ。それが記憶の操作。これは今の段階でいういわゆる人類の記憶の操作。つまり改ざんもできるんですよ。なんで壁の中にいる人たちはたった100年前のこともよくわからないんでしょうか。ねえ、壁の外のことは知らない。巨人の正体もわからない。知っていることといえば、人類は巨人の脅威から逃れるために壁を作り、100年の平和を維持してきました。これだけですよ。はい、それからもう一つ、大変な真実が判明されます。それは5年前のあの日。だから、ベルトルトの超大型巨人によって壁が壊され、エレンのお母さんが巨人に食べられてしまったあの日。エレンの父親が、今、エレンがいるこの礼拝所の地下にやってくるんですよ。これはベルトルトの超大型巨人によって壁が壊された後のことですよ。で、この時、始祖の力は当時レイス家の長女が持っていたんですが、それをエレンの父親は食べるんですよ。そしてエレンの父親はその他の家族も次々に殺していって、なんとかロッドレイスだけはその場から脱出できたんですよ。あ、今これはエレンの記憶の中のことを言ってますよ。つまりその視点は全部お父さんのもので、エレンのお父さんが見た映像なんですよ。それによると自分が映ってるわけじゃないですか。で、二人とも泣いてるんですよ。目の前の自分はやだやだと泣き叫んでいるんですよ。父さん、やめてよ父さん。何をしようとしているの？父さんは母さんが死んでおかしくなっちゃったんだ。もうね、エレンの父親も泣きながら、この注射のせいで今からお前に記憶障害が起こる。だから、今説明してもダメなんだ。だがいつか地下室に行けば真実がわかる。ということでエレンの父親はエレンに注射を打って自分を食べさせることによって始祖の巨人の力を継承させるんですよ。はい。ということでその真実を知ったエレンはその父親の罪のことを知って放心状態ですよ。ヒストリアとしてもなんでそんなひどいことができるの？といった反応を見せるんですが、結果的にはヒストリアはその始祖の巨人の力を継承することを拒否します。そしてロッドレイスが自ら巨人となる。調査兵団がケニー・アッカーマン率いる中央憲兵をなんとか打ち倒してエレンのところまでやってくる。そしてもう礼拝堂自体がロッドレイスの巨人化によって崩れます。で、この後なんやかんやあって結局巨人化したロッドレイスはヒストリアがとどめを刺すんですよ。その後ヒストリアが正式に王女に即位。おめでとうございます。
はい、ここからはいよいよウォールマリア奪還作戦であります。もうね、ここまで来ると、なんとなくですけど、敵の姿も見え始めてきましたよね。それから、まだまだ複雑ではありますが、どうやら、やっぱり、今、エレンが継承している始祖の巨人の力、これが重要なようなんですよ。実際に、ライナー、ベルトルト、そして、あの獣の巨人ですよ。が、未だにエレンを狙っている。一方で、エレン、調査兵団の目的としては、エレンのお家の地下室じゃないですか。何があるかわからないけど、どうやらそこに行けば、すべての謎がわかりそうなんですよ。そこで、ウォールマリア奪還作戦が始まります。また、この時の戦いもえげつないですよ。というのも、あの獣の巨人ですよ。こいつがともかく超やばい。岩を握りつぶして、投げてくるんですよ。ただこれもエルヴィンの知恵とリヴァイの活躍で調査兵団はほぼ壊滅状態でありながらもなんとか勝つことができるんですよ。ただしライナーとベルトルト、それから獣の巨人の中にいる人はジークと言います。このジーク、これら3人の他にもう1体車力の巨人という知性の巨人がいるんですよ。この車力の巨人は4足歩行で機動力に長けています。だから獣の巨人ジークに勝つもこの車力の巨人に持ってかれます。同じくライナーに勝つもこの車力の巨人に持ってかれます。ただしベルトルトだけは捕獲に成功。その超大型巨人の力を瀕死のエルヴィンに継承させるか、同じく瀕死のアルミンに継承させるか。というのも、あの脊髄液の入った注射が1本あるんですよ。まあこれはケニー・アッカーマンが持っていたものなんですが、結果、この1本だけある注射をアルミンにして、アルミンがベルトルトの超大型巨人の能力を引き継ぎます。さらにはあの日、だから第1話で、ベルトルトの超大型巨人が開けた穴、その穴を塞いで、ウォールマリア奪還作戦は成功となります。はい。ということは、いよいよエレンのお家の地下室ですよ。エレンとミカサ、リヴァイなどで地下室に行くわけですね。そこは一見ただの書斎なんですよ。やがて机の一角にある隠し引き出しを見つけます。その中から3冊の本が出てくるんですよ。その1冊の本を開けると、1枚の写真が出てくるんですよ。エレンたちは不思議に思うんですよ。エレンがその写真を持って言うんですよ。こりゃ、肖像画？そうなんですよ。壁の中の文明には写真というものがないんですよ。これは絵ではない。これは被写体の光の反射を特殊な紙に焼き付けたもの。写真という。私は人類が優雅に暮らす壁の外から来た。人類は滅んでなどいない。この本を最初に手にする者が同胞であることを願う。夢見ていますか？この国の未来をもがいていますか？明日を生きるため志高く駆け抜けた同士の使い切られた命に